こんにちは、ピオです。今回も群馬の秋を探しに行きます。群馬県の一番南西の村に来ております。前半では道の駅小西からスタートして、順番に道の駅を渡り歩きながら、いろんなスポットをご紹介しました。そして今日はいよいよ、上のスカイブリッジを渡るところから再開したいと思います。今回もよろしければ最後までご覧ください。天空街道スカイブリッジへお越しくださいました。この吊り橋は全長225メートル、高さ90メートルで全国有数の規模。水がね、気持ちいいですね。撤収します。30円分ぐらいしか渡ってないですけど、怖すぎ。下覗けないし。十分です。いよいよね、ここから富士道にチャレンジすることにしました。でこちらでチケットを買って、公道に向かう感じですね。そしてね、富士道の入り口まで結構な距離あるんですよ。確か10分、15分ぐらい歩いたかな。でね、ちょっと分かりづらいですけど、ものすごい急坂で、入り口に向かうまでにもかなり息が切れましたね。そしてこちらが公道ですね。でここでもう息絶え絶えになってます。そして自らここを開けて入っていくんですけど、なんかね、すごい幻想的でおおと思いましたね。でね、いろいろライトアップして、ライティングでいろいろ演出がしてあって、これ面白かったですね。これ見応えありました。ただこの坑道が結構距離があって、しかもずっと上りなんですよ。さらにね、息が切れるという結果です。そして坑道をずっと歩き終わったら、やっと鍾乳洞の入り口にたどり着きました。でね、目の前にドーンとあるのが螺旋階段ですよ。もうここまでね、足腰かなり来てるんですけど、この螺旋階段がきつかったですね。で映像ではね、カットしてますけど、かなりぐる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 回って、でやっとこの階層にたどり着いたところですね。こちらはね、コウモリの糞がいっぱいあるというところだったので、見なかったです。で一体どこに入っていくんだろうと、順路を探してるとこですね。で右の狭いとこかなと思ったんですけど、なんとまたこの先に螺旋階段が続くという悲しい結果でした。この螺旋階段もまた長かったですね。ぐる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 。でやっとですね、この大きい、なんて言うんでしょう、ドーム状の部屋に出てきました。でね、ちょっと広めのところにはこういうベンチがね、必ず置いてあるんですけど、足腰でかなり来た人が休むっていうところで、やっぱりきついところなんだなっていうのがよくわかりました。ここもね、深さありましたね。でここなんですけど、アーチ状になってて、どうやらね、これくぐるんですよ。あまりのきつさに
あれもない声を出してますけど、もうこの時四つん這いですよ。でね、ここまで散々坂登って、螺旋階段も2本ぐるぐる登ってるんで、足腰がね、本当にガクガクするぐらい震えてましたね。でね、しかもこの辺もね、かがまないと歩けないんですよね。そしてこれが、なんだっけな、なんちゃら金剛杖とかいう柱で、7回こすると願い事が叶うということでした。もう願い事どころじゃなく息が切れてますね、この時は。この辺もね、頭上がね、すごい低いので、ずっと中腰なんですよ。とてもね、頭上が狭いので。でね、頭をぶつけないように、できればヘルメット。必ずね、帽子のようなものをかぶってた方が、これは安全ですね。かがまないとね、歩けないです。ここへ来ての中腰の歩行はほんときつかったですね。でね、足元も、整地ではないので、かなり不安定なので、ライディングシューズで来たこともね、ライディングブーツか、来たこともちょっと後悔しました。で、いろんな表示があってね、なんとか地蔵とかいろいろ書いてあるんですけど、もうそんなの読む気力もなく、ひたすら出口を探してる感じですね。でね、本当はね、音も入れたいんですけど、おっさんがハーハー言ってる音になりますので、あんまりよろしくないなと思ったんで、ちょっと今アフレコをさせていただいています。で、ここでね、外の光が見えたので終わりかなと思ったんですけど、またさらに降りていく順路でした。あ、今ね、コウモリが飛んでいきましたね。そしてね、ようやくここで出口っていう看板、表示が見えましたので、一安心してるとこです。ただね、本当はこの先もまだまだ続いてたんですけど、もう出口っていう表示を見たら、もう外に出たくなりましたので、ここでも敗北感を味わいながら外に出ることにしました。そしてここで出るんですけど、最初にずっと入り口まで登ってきましたよね。今度あれをね、降りるのがもう足腰がガクガクの状態で、下り坂を急な下り坂を降りていくっていうのがまたこれがきつかったですというところですので、こちら面白いんですけれども、来る際は歩きやすい格好とか体調を整えてお越しください。以上、富士道上野スカイブラッジでしたね。まあ合わせ技でさらに敗北感を感じるという結果になりましたはい、じゃあ時刻はですね11時半回ったので、そろそろねお昼ご飯考えましょうね。で、さっきの299号線にまた出ますけど、299号線沿いに十国味噌ラーメン、猪豚ラーメンのねお店があるんですよ。なんかね、いつも休日は混んでるんで入れないんですけど、今日は平日なのでちょっと行ってみようかなと思います。猪豚チャーシューがね美味しいっていう話をね聞いたことあるんですよね。やってますか？あ、やってるっぽいね。どこに置けばいいんだろう、バイク。
さあ行きましょう。こっちね、左曲がると大須高の尾根ですね。さらにね、山奥に入っていくんですね。はい、でこの後はね、南牧村に出たいと思います。でまっすぐ行くとね、十国峠で長野県に出ますね。はい、ここを右に曲がって南牧村に出ます。でね、この先はね、峠を越えないでズドーンとトンネルをくぐっていくんですけど、結構ね長いトンネルで、今日はね多分寒く感じると思いますね。そうですね、紅葉は始まりだしたかもしれないですね。真夏のね緑眩しいような色からは少しね汗た感じですね。さあ湯の沢トンネル来ましたよ。ここがな寒いんだよな。長いし長い。体が冷え切った。南牧村がねまたいいとこなんですよ。川も綺麗でね。はい、右曲がってね下仁田に行くんですけど、このね左側に綺麗なね渓谷があるんで、ちょっと見に行ってみましょうか。この辺がね中心地っぽいですね。蝉の渓谷来ました。どっかに置けるかな。バイク置けるかな。ここはねいいとこなんですよ。見えます？この渓谷見えないですよね。ちょっと待ってください。ほら見えますか？こうですよ、こう。よいしょ。どうですか？見えますか？蝉の渓谷は周囲の湧き水とか山からの水を集めて、非常にきれいな水で、イワナとかアユとかヤマメが生息するほど水が澄んでいるそうです。そしてこのね V 字に切り立つ渓谷が非常に特徴的で、複雑な流れがね非常に美しい感じがしました。そしてこちらが蝉橋といって、この上から見る、渓谷の眺めが、特に紅葉の時期になると非常にですね赤や黄色の木々が生えて美しいという絶景の紅葉スポットになりますので、ぜひね紅葉の時期に来ていただければいいかなと思います。以上ね、蝉の渓谷でした。すごいね、いいとこでしたね。これ絶景でしたよ、この渓谷。はい、ではですね、このまま南牧村を通り過ぎて下仁田の方にね出ましょうね。南牧村にもね一つ道の駅がありまして、道の駅オアシス南牧、この先にありますね。でね、川沿いにあって、川原までね降りられるんですよね。夏はねそこで子供がね川遊びしたりしてますよ。たまにね変わった大人の3人組とかが水で流されたりしてるのを見たことありますけどね。ここですね、オアシス南牧。今日はいいかな、寄らなくて。寄らないのかよ。ソフトクリームもね売ってますよ。
はい、下仁田の方にね出てきましたね。今回の群馬の南西地方の旅いかがだったでしょうか。関越自動車道で藤岡で降りて、そこから、神田町の方に出て、ずっと462号線を西の方に進んで、道の駅をねいろいろ回りながら進める、とてもドライブにおすすめのコースですので、特にこの秋、そうですね、10月中旬から下旬、11月にかけて紅葉が、見頃になると思いますので、ぜひその時期にねいらしていただければいいかと思います。鍾乳洞だとかね、長い吊り橋だとか、非常に楽しめるところもありますし、美味しいものもたくさんありますので、ぜひお越しいただければと思います。さあ、上信越に乗りますよ。さっきのね富士道での大活躍がもう体力奪われたので高速で帰っちゃいます。これができるからね、ブーストはいいですね。原理でもいいかなと思ってるんですけど、でもこれができるとね、やっぱりね中型はいいなという感じですね。